1日の稽古時間とか10時間1日10時間とか目指してるだけなんでっていう、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは、曲げの海星とタクト。こうちゃんです。はい、はい。ということで来ましたね。はい来ましたよ。こうちゃん久しぶりなんじゃない久しぶりだよね。でもこのスタジオもさ、すごい入った時に初だもんね。そうびっくりした。そうだよね。そうこのスタジオができてからもうこうちゃんは初めての収録になります。丸々一部屋使ってるからね。たくさんも初めてだよね。でも使うの初めて。そうで今日のこうやってみんなで収録してる中もエアコンをつけずに物音を立てずにめちゃくちゃ暑い中収録しておりますまあ皆さん今日僕以外この2人は役者ということでそうですね。曲げで、はい、活動してるんだけど、役者をやって良かったこと、役者をやって嫌だった思い出、悪かったこと、そうこの2つをちょっと聞いてみたいなと思って、ちなみにこうちゃんは、まあ、役者歴というか、まあ、こういう、まあ、演技をするみたいなのは、歴みたいなのはどういう感じなの？ちょうど1年前なるほど、から役者を目指し始めてって感じかな。まだ歴としては浅いと思う。なるほど、まあその中でどうだったかっていうのはね、話せるよね。1年で短いんだね。でも1年はだってもうたくさんなんかはたくさんは俺の今の年齢があれだから年齢いくつ？全然隠してないけど今34だから34なんだ。そう34だから。いや知らなかったそうね、確かに今初めて言ったけど、そうで18からだからなんだ16か16年か、まあ休憩期間も含めてだけど、まあ合計学校高校終わってから数えると16年かやり始めてぐらいになるね。なるほど。そう聞いてみよう。まずじゃあ良かったこと、役者をやって良かったこと。良かったことに関しては、とりあえずその役者を目指してるっていう風にこう自己紹介をすると、なんかこうその初めて会った人とかに、なんか知り合いでこういう人いるよとか、なんかそういう風にこうなんだろう、人脈の輪が広がっていくっていうのがすごく感じたことがある。自己紹介するっていうタイミングっていうのはもう往々にしてあるわけで、その時にこうじゃあ君何やってるのとか趣味は何とか聞かれた時に、今役者目指してるんですって言うと物珍しさがあるっていうのと、あとそういうなんだろう、顔が広い人とかだったり、そういう知り合いに俺の知り合いにもいるよっていう人だったら、そういう知り合いの人を紹介してもらったりとか、なるほどね、そういう人から話を聞いてもらったりとかもできて、なんかそういう意味ですごく人脈の輪、こういう団体も曲げっていう団体もそうだし、確かに、ね、すごく人脈が広がったかな。人脈のつながりでできた、ね、グループだからね。そうだね、もうリーダーのね桜井からもうどんどん輪が広がってるような、そういう曲げもねそういう団体だから、それはすごく思ったから良かったことかな。まあそうだよね、印象に残るよね。やっぱ役者やってるんだっていうのがね、まずね。まあね、どこでもね自己紹介の場っていうのはできるからね、心思いますでも僕役者始めた時に何やってんのって言って、俺役者やってますっていう風に言うのがちょっと恥ずかしかった時はあった、今でこそちゃんと役者やってますって言えるけど、俺みてえなジャガイモが役者やってますとか言っていいのかなとかっていうのは最初あったんだよね。そう俺の場合はまだ目指してる段階だから、まあ言いやすいっていうのはある。じゃあ次役者をやってて、良くなかったこと。良くなかったことか。そうだな、なんかパッと思いつくのが、役者目指し始めていろんなその作品、映画とか、もちろんアニメとかも見るんだけど、まあアニメとかだったりすると、そのアニメの声当ててる人とかにちょっと興味がいったりとか、なんかそのアニメの声を出してる人がこういう演技もするんだ、すごいなって思ってる時にはもうアニメのその作品の内容は入ってこないとか純粋に見れない。なるほど。あれだよね、役者だからっつって、この人がこういう演技してんだみたいな、自分の研究にしようとしてる部分もあるからね。なんかすげーって思い出すとなんかもう入ってこない
普通の人が見ないところを気にしちゃって集気にしちゃう中できない、集中できない。それはそれでまあ自分のね研究に使うのはとってもいいことだとは思うんだけども。じゃあたくさんのはい。まずは良かったことかな。良かったことをまず僕がやって良かったっていうのは、最初僕役者やり始めた、役者よりも前にまず声優やりたくて、声優を目指したくてやり始めたっていうのもあるんですけど、どちらかというと僕舞台役者の方を最近までずっとやってたっていうのがあって、それで良かったっていうのはやっぱりいろんなお客さんにやっぱ生で見てもらって、しかも舞台をやり終わった後に、その知らない人に「あ、今日あんたよかったよ、面白かったよ」ってなんか本当に全く面識ない人に「よかったよ」って言われてもらえるのがすごい僕の中ではやっぱ嬉しくて、そうやっぱ舞台って2ヶ月間とかすごい自分の時間を削ってもうたった1週間とか2週間っていう短い間に一気に自分の中の一つの作品を作るっていうのがあるんで、やっぱそういう意味ではそういう言葉をかけてもらえるのがやっぱやっててよかった、またやりてえみたいな感じになるんですよね。本当に僕も友達のなんかそういう舞台とか、まあそういうダンスとか、結構見に行ったりした時に、まあなんていうの、気持ちとしてお花持ってったりなんかして、まあ舞台裏行かせてもらって、メイク室とかのところで、まあ、本当に今日の気持ちをそう話したりして、まあ相手にとってはちょっと忙しかったりとかするかもしれないのをまあ見計らってでも伝えたいなっていうのがあるから、まあそういうところでそう思ってくれる人がいるみたいなのはこちらとしてもお客さんとしてもすごい言ってよかったなって思う。ああそうね。結構やっぱ言うかどうかとか忙しいから声かけないでおこうかなって人も結構多いんだけど、絶対いると思うよ。絶対いると思うんだけどね、僕としてはだけど、まあ、人に個人差はあるかもしれないんだけど、僕はやっぱ言ってもらってすごい嬉しいなっていうのがあるから、もしなんか、言うかどうか迷ってる人がいたら絶対言った方がいいですよ。間違いないね。言ってあげてください。ぜひ言ってあげてください。勇気を出してもう言われた本人絶対嬉しいはずですから。まあそうだよね。喜ぶよね絶対。絶対喜ぶと思う。たくさんの役者をやって悪かったこと、何でしょう。ちょっとまあプライベートな話になるんですけど、一番ざっくり本当簡潔に言うとお金がないっていうのがすごいなるほどねあるんですよ。まあさっきもちょっと言ったんですけど、舞台を作るのってやっぱり最低でも1ヶ月前とか、まあ長い時だと2ヶ月とか、もっと本当しっかり準備するところだとそれこそ半年前から少しずつ下地を作っていくみたいな劇団とか団体もあるから、まあそれによっては本当に拘束時間がすごい、長く取られてしまうっていうのがあるんだよね、舞台作ると。1日何時間ぐらいの練習なの？僕が参加した団体で一番長かったのはもう最低10時間ぐらいはもう1日の稽古時間とか、10時間1日10時間とか。いやすごいな。それじゃバイトできない。そうそれなんだよ。だからバイトができなくなるし、舞台終わった後まではね、ああよかった頑張ってよかったと思ってふと現実に戻された瞬間に、今月どうやって生きようみたいな感じになってくるんだよね。そうああなるほどね。そういう方がみたいな。それは大変だな。やってる時はね、そんないろんな余計なこと考えたくないから、それに飲み込みたいみたいな意味合いでもう何もかも忘れてやってたからっていうのはあるんだけど、そういう意味でお金の確保はすごい大変だったなっていう意味合いで。シゲとか撮影の時いつも夜勤明け。いやもう本当にね、曲げメンバーみんな頑張ってるんですよ。おのおの。すごい。そうもう本当にね、仕事もみんなバラバラだし、ね、その集まれるタイミングっていうのが本当に違くなってるから、本当に大変。こうやってね、集まれてんのも、なかなか珍しいから、まあ確かにそうだね。そう、まあ実はそこにね、リーダーの人がいるんだけど俺は出ないでください。俺は今日はいいや。いや僕は出なくていいや。ちょっと最近出過ぎだからとか言ってさ、出てきた。結局出たがりだからさ。ということで、じゃあこんな感じで今日はお二人にお話を聞けてとてもいい時間になりました。いやありがとうございました。曲げのそういう活動をぜひ応援していただければ、まあコメントとかしていただければめちゃくちゃ嬉しいんで、でもチャンネル登録もぜひまた見たいなと思ってもらった人がいたら、また見たいと思ってもらえたらぜひチャンネル登録もしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで、バイバイ。バイ。